もし、政権争いに女性が関わっていなければ、もっと違った世界になっていたかもしれません。政権争いに翻弄された女性たちは、本人の意思とは無関係に、その発端が図られます。そのまま受け入れるだけの女性も多かったでしょう。それでも、女性がいなければ子孫は続かないのですから、何もしていないわけではありませんよね。今回は、ルネッサンス期を作り上げたメディチ家から、政略結婚によってフランスへ嫁ぎ、多くの文化や芸術をヨーロッパ全体に広めるきっかけを作った、カトリーヌ・ド・メディシスについてお話しします。カトリーヌ・ド・メディシスという名前はフランス語の表現で、元々のイタリア語での名前は、カテリーナ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチです。世界の悪女ランキングに名を連ね、黒い王妃と呼ばれ、イタリアの蛇女、毒殺王妃と中傷され、フランス、バロワ朝の末期を権力のままに動かし、サンバルテルミーの虐殺の首謀者であるとも言われていますが、一体どんな人物なのでしょう。カトリーヌは、フランスの王女、マドレーヌ・ド・ラトゥール・ドーベルニュと、メディチ家のロレンツォ・ディ・ピエロ・デ・メディチの間に生まれました。この縁組は、ハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世に対抗するため、教皇レオ10世とフランソワ一世の同盟の一環として仕組まれたものでした。政略結婚です。母親のマドレーヌの母系はブルボン家の王族で、当時はフランスに組みすることなく、独立した領地と財産を持っていました。父親のロレンツォは、レオ10世の甥で、偉大なるロレンツォの孫にあたり、マッキャベリの君主論は、彼のために書かれています。1519年、カトリーヌは、フィレンツェのリッカルディ宮殿で生まれます。月食の夜生まれたカトリーヌは、不吉な星の下に生まれたと言われました。実際、母親はカトリーヌが生まれると、すぐに高熱によって他界します。三熟熱だったと言われています。父親もまた、カトリーヌが生まれて21日後に亡くなってしまいました。梅毒が原因だったと言われています。生後21日で孤児になったカトリーヌは、両親の領地と称号を継承します。カトリーヌの両親を目合わせた教皇レオ10世とフランソワ1世は、共にカトリーヌの保護者として名乗りを上げますが、結果として父方の大王子レオ10世の保護下に置かれることとなります。しかし、レオ10世はその翌年に他界してしまいます。その後、母方の叔母、オーベルニュ公爵夫人によって育てられますが、この叔母も、そのさらに1年後には帰らぬ人となってしまいます。叔母の死によって、カトリーヌはオーベルニュ公爵夫人の称号も譲り受けることになります。わずか4歳にして、カトリーヌは壮大な財産を継承したことになります。8歳の時、メディチ家から教皇になったクレメンス7世に反抗する勢力によって人質として捕らえられ、修道院を転々とすることになります。反対勢力の兵士たちの仕打ちは少女には耐え難いものでした。増長する兵士から逃れるため、カトリーヌが身を寄せたのはムラーテニ僧院でした。囚われの身ではありましたが、そこでの生活は穏やかで、二僧たちに小公女と呼ばれ、慈愛に満ちたものでした。そして二僧たちと一緒に敬虔な教育とあらゆる学識を身につけることになります。情勢が落ち着くとクレメンス7世はカトリーヌをローマに呼び寄せました。そこでも最先端の文化と教育を受けることになります。婿探しのためでした。最終的にクレメンス7世はフランス国王フランソワ1世の申し出を受け、オルレアン公安理との縁談が整います。フランス王室との縁組に対し、クレメンス7世は王室の財政の穴を埋めるのに十分な額の持参金を約束したのでした。王室と商人の不釣り合いな縁組だとする意見もありましたが、カトリーヌの母親はブルボン家の王女です。カトリーヌの両親の縁組も、フランソワ1世と前教皇、レオ10世による政略結婚だったわけですから、フランソワ1世は、カトリーヌの出自も、両親と叔母の財産を引き継いでいることも知っています。カトリーヌ、14歳。夫になるオルレアン公安理も14歳でした。嫁ぐまでの14年間に、カトリーヌは相次ぐ不幸、戦争の恐ろしさを経験し、良くも悪くも、幼い頃から政治の複雑さの中で、社交性と話術も身についていました。王室へ嫁ぐことの意味も、覚悟も、できていたことでしょう。
1533年、マルセイユで盛大な結婚式が行われました。その様子は、現在もベッキオ宮殿の天井に描かれています。このマルセイユで、クレメンス7世とフランソワ1世は同盟を結び、ミラノ公国を再征服して、カトリーヌとアンリをミラノ公爵夫妻とする内容の書面に調印します。そして、その書野には、フランソワ1世自ら立ち会い、その婚姻が確実であることを確かめています。当時、書野の第三者による確認は、一種の儀式として王家の常識でした。うまくいかない場合は、そのまま離縁ということもありました。しかし、父親自ら立ち会うことは、かなり異例のことで、フランソワ1世が、どれほどこの縁組を重要視していたかが伺える逸話だと思います。カトリーヌは、初見でアンリに好意を持ったと伝えられています。しかし、アンリの心は別の女性にありました。豪華な祝宴は数週間続きました。その時振る舞われた料理がイタリアから持ち込まれたことは有名です。フランスの食文化に大きな影響を与えたとされています。こし入れの際、40人もの料理人を伴ってトスカーナの料理が振る舞われました。調味料、香辛料、調理法は当時のフランスにないものばかりでした。これをきっかけに、宮廷でさえ大皿から直接手づかみで食べていた風習が個人の皿に取り分け、フォークで食べるというものに変わっていきます。食後のデザートという習慣を持ち込んだのもカトリーヌだと言われています。カトリーヌが持ち込んだものは食文化だけではありません。まずはイタリアのファッションと着こなしです。現在でも有名なベネチアンレース、そしてウエストを補正するコルセット。姿勢を整えてボディラインをきれいに見せるコルセットは宮廷の女性の間から広まっていきます。ウエストを絞ってスカートをふわりとさせるドレス自体のデザインも含めて洗練されたファッションを伝えています。それに伴うハイヒール、日傘、タバコ、香水なども伝えています。ハイヒールはそれ自体古代から存在しています。もちろんフランスにもありました。しかし、ファッションというよりも、ただ背を高く見せることを目的としたものでした。カトリーヌも背が低かったため、ハイヒールを愛用していたそうです。しかし、カトリーヌがハイヒールを履いているのを見て、流行ったということは、やはり、洗練されたトータルでの着こなしが、目に留まっていったのではないでしょうか。香水に関しても、フランスに香りがなかったわけではなく、カトリーヌが持ち込んだ香りが、瞬く間に宮廷で使われるようになったということです。フランスへ嫁ぐ際、カトリーヌのために調合された王妃の水アックア・デ・ラ・レジーナというこの香水は、現在でもサンタマリア・ノベッラというブランドで販売されています。また、ポマンダーと言われる練り香水、ブッソロッティという球体に香りを含ませる形態が流行のポイントでした。その他、カトリーヌは薬剤師や占星術師まで連れてこし入れしています。そして、イタリアルネッサンスの芸術も広めていきます。力を入れたのは何といっても宮廷舞踏です。当時のフランス宮廷にはまだ舞踏会というものが定着していませんでした。頻繁に舞踏会を開き、ストーリーを織り込むなど脚色していきます。これが現在のバレエ、そしてオペラへと発展していきます。最も古いバレエの記録として、その当時の王妃のバレエコミックというものが現在でも完全な形で残っています。どれもこれも現在までに手が加えられたり、そのままの形だったり引き継がれているものばかりです。こうして懸命に嫁ぎ先であるフランス宮廷に馴染もうとするカトリーヌですが、夫となったアンリは上の空でした。政変のため人質として孤独な少年時代を過ごしたアンリは、教育係であった20歳年上のディアーヌ・ド・ポワティエに思いを寄せていたからです。夫を亡くしたディアーヌは、フランソワ一世の妻であるクロード王妃と母であるサボイアの王女、ルイーズの女官として宮廷に上がります。カトリーヌの母、マドレーヌのいとこでもあったディアーヌは、生前の夫と共に、アンリとカトリーヌの政略結婚を提案していた、と言われています。彼らの提案についての真偽はともかくも、カトリーヌはアンリのもとに嫁ぎます。嫁いだ当初、カトリーヌはフランス語をほとんど話せませんでした。しかし彼女の聡明さと知性は徐々に周りに伝わって、その洗練されたセンスや気配りでフランスの宮廷でも慕われていきました。ところがこの翌年、クレメンス7世が食中毒でこの世を去ってしまいます。
政略結婚の目的が果たせていたら少しは良かったのかもしれませんが、新教皇パウルス3世は同盟条約を破り、約束されたカトリーヌの持参金さえ支払いを拒否しました。カトリーヌの立場は辛いものとなっていきます。せめて解任の兆候でもあればよかったのですが、一向にその気配もありません。結婚から3年経った1536年、アンリの兄であり、王位継承者のフランソワ3世が、テニスの試合の後、コップ1杯の氷水を飲んで体調を崩し、その数日後には亡くなってしまいます。フランソワ3世の死によって、アンリは王位継承者となります。全く解任の兆しの見えないカトリーヌの焦りは高まります。しかし、アンリ側にも身体的に問題があったようです。主治医のジャン・フェルネルの診断によると、アンリには尿道破裂による陰茎の奇形があり、受胎を可能にするためにはより多くの成功を重ねる必要があるとジョージを勧められたということです。王太子となった翌年、アンリは遠征先でフィリッパ・ドゥーチと出会い、一子を設けます。これにより、アンリの身体的欠陥に対しての危惧は消滅し、カトリーヌの焦りはさらに高まることとなります。しかし、幸いにも生まれた子は女の子でした。パリで出産したフィリッパは別の男性と結婚し、生まれた子はディアーヌ・ド・ポワティエに引き取られ、ディアーヌ・ド・フランスと呼ばれます。ディアーヌ・ド・フランスは13歳になって、やっと父、アンリの認知を受けました。政略結婚のためです。教皇パウルス3世とのつながりを持つため、教皇の孫、カストロ公爵に嫁ぎました。しかしわずか半年後、夫の戦死により、ディアーヌはフランスに帰国。今度は軍人、フランソワ・ド・モンモランシーと再婚するように言われます。これも政略結婚で、当人たち双方ともに納得しがたいものでした。それでもその後、アンリ3世から称号を与えられ、アングレーム公爵夫人として、80歳で亡くなるまで、生涯、フランス王室のために尽くすことになります。娘のディアーヌが生まれた頃から、アンリは、その教育係だったディアーヌ・ド・ポワティエの元に通うようになります。もともと自分の教育係でもあり、憧れの女性だったこともあって、アンリは、このディアーヌに夢中になっていきます。アンリ19歳、ディアーヌ39歳という、20もの年の差です。20歳も年上でありながら、ディアーヌはアンリと同じ年齢に見えるほどの若々しさと陶器のような白い肌で知られ、その美しさは50歳を過ぎても変わらなかったということです。16世紀の美魔女といったところです。その若さと美貌を保つために、彼女が行っていた習慣が記録に残っています。まずは、日焼け厳禁。屋外への外出時にはビロードのマスクを着用すること。とはいえ、彼女は宮廷の女性としては珍しく、乗馬や狩猟、日常的に泳ぐことも習慣としています。それは、適度な運動をすることで、体型を保つためだったということです。また、当時としては大変異例なことですが、早朝に井戸水を浴びることも習慣としています。肉よりも野菜と果物を食べる、というのは現在でもよく言われますね。少し変わった習慣としては、顔にシワができるのを防ぐため、上半身を起こして眠るということがあります。そして、その美しさの最大の秘密は、毎日飲んでいた金のエリクサーでした。これは、塩化金をジエチルエーテルに溶かした黄色い液体で、その当時、不老の霊薬として薬売りが売り歩いていたものです。実際、金のエリクサーの服用で彼女の肌の色は白くなり、骨格や髪が細くなったそうです。2008年、フランスの科学者らはディアーヌの遺骨を発掘し、最新の調査として、このアンチエイジング薬による中毒がディアーヌの死因である、と発表しました。彼女の遺髪からは金だけではなく、金のエリクサーの純化剤として使用されていた水銀も検出されています。水銀中毒の症状もあったのかもしれませんね。その美しさに魅了されたアンリの行動はあからさまでした。拍車をかけるように、周囲の人々は後継者のできないカトリーヌを離縁するよう進言します。周囲からの離縁を求める声が高くなる中、フランスルネッサンス期を推進させたフランソワ一世は、イタリアの文化や芸術をもたらすカトリーヌを離縁することは考えていませんでした。そして驚くべきことに、アンリの愛人ディアーヌもカトリーヌを離縁すべきでないと助言します。
ディアーヌにとって離縁して若い王妃をめとるよりおとなしいカトリーヌがその座についている方が都合が良いと思っていたと言われています。宮廷で離婚の議論がされたことに絶望を覚えたカトリーヌは解任に向けてあらゆる手段を試みます。イタリアから同行した調剤師の力も借りることになります。そもそもメディチ家は不妊の傾向があったため、不妊治療のための方法や薬が考案されていました。カトリーヌもイタリアから薬を持ち込み、さらに調剤師に新しい研究をさせて試していました。ブロア城のカトリーヌの部屋には隠し扉があり、そこに調剤を隠していたと言われています。しかし、その隠し扉には毒薬を隠していたとされ、アンリの兄、フランソワ3世や、政敵、ジャンヌ・ダルブレ、さらには自分の息子の旧島でも、カトリーヌによる毒殺だと、プロテスタントから非難されるようになります。フランスでのカトリーヌに対する周囲の目は、ますます冷たくなっていきます。世継ぎを焦る気持ちもさながら、アンリを愛するカトリーヌは、なんとか自分の元に来てもらおうと必死です。ディアーヌとの寝室を除いて、どうしたら気に入ってもらえるか、研究までしていました。最終的には医師の助言で、ベッドを共にしてはいけないと言われた時期にベッドを共にしたところ、たちまち妊娠。長男、フランソワを出産することができました。婚礼の年から数えて10年が経っていました。